こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。国慶節の連休時期で物流が滞留していたようでだいぶ待ちましたが、注文した3モデルのうちの1つ KZ の TWS ニューモデル SA08 の音収録分析レビューです。有線ニューモデル ASX は届いたばかりでエイジング中ですが、もしかしたら初期不良、 ASF も初期不良かもしれない症状で中国に返品交換中です。こういう時 Amazon じゃないと日数かかって辛いですわ。では音以外の部分から見ていきましょう。外観、装着感、独特の流線形のフォルムでイヤーピースをしっかり合わせた時の密閉感はいいですね。 BA を4機搭載している割には S2 と大きさがほぼ同じ。装着した時はさすがに SA08 が一番出っ張ります。充電ケース、一口サイズのまんじゅうみたいな大きさです。小さいのは歓迎です。充電容量も少ないですが5から6回は充電できそうですね。ただしイヤーピースは選ばないとケースに収まりません。上のイヤピは収まりましたので記載しておきます。ドライバー、3種4個の BA ドライバーは有線モデル ASF で使用されているベースモデルですね。 ASF の方は全てモデル名に S がついた改良型です。広域用に31736を2機搭載というのが新しいですね。 S1、S2 では30095が搭載されていましたから、 BA の出口からノズルを写真のようなチューブでつないでいて音の干渉対策が施されているということです。遅延、 S1、S2 でおなじみのハイパフォーマンスモードを搭載、ラップ3回で切り替えです。通常モードの時の遅延はまあそれなりというか遅れてるのがはっきりわかるレベルでちょっとがっかりなんですが、ハイパフォーマンスモードは SBC なのにかなり良くて、結果は上の記載の通りです。これなら aptX-LL のイヤホン使わなくても PC でテレビドラマ見られるなぁと確信。仕組みは分かりませんが、この半年ぐらいの間に接続コーデックは SBC なのに低遅延モードという TWS をちょこちょこ見かけるようになりましたね。本体連続稼働時間、 KZ の TWS の弱点はここですよね。連続稼働時間がはっきり公表されていないようなので実測しました。3時間20分でしたが安定稼働は3時間というところでしょうね。では引き続き周波数特性の分析に移ります。このチャンネルではイヤホンのレビューを音と波形と言葉でお伝えしています。周波数特性の分析なんて言うと小難しい感じがしますが、まあ音に対する話をしていく上での取っかかりぐらいに思ってもらえればいいかなと。周波数特性から分かることって限られてはいますが、視覚化した方が伝わりやすいと思うので代用しています。もちろん音はちゃんと聞いていますよ。ではまず比較対象の S1、S2 の把握をしておきましょうか。低域のピークと高域のピーク、あるいは気になるポイントを結んだラインを引いています。なんでこんなことをするかというと、今までの経験から結んだラインが水平に近い方がバランスが良いと感じるからです。ただしピークのポイントも重要です。ここでは 2kHz から 5kHz 付近を中高域、 8kHz から 10kHz 付近を高域と表現します。 S1 は低域が弱め、中高域が強め、高域が弱めです。割と聞きやすいです。 S2 は低域が強め、中高域が弱め、高域が低域と同程度。低域と高域のバランスは悪くないように見えますが、中高域が抜けた聞こえ方であまりいいバランスではないですね。 2kHz から 3kHz 付近は特にしっかり出てほしい帯域なんですよね。さて本題の SA08 です。低域から 200Hz、 200Hz 付近までは S2 と同じようなカーブで低域が同じような圧で出るかと思いきや、 SA08 の低域は重たく輪郭がはっきりしているように感じますね。これがこのチューブで BA の音の干渉を抑えたものだとしたら大きな効果ですよ。 S2 の低域も TWS としては結構良いと思うんですが、高域との鳴りのマッチングも影響して高低が分離して聞こえちゃうんですね。200から 1kHz、 ここは視覚的には差がありますがあまり違いを感じられませんでした。 1kHz から 2.5kHz、 ここ特徴的で SA08 の厚みのある太い鳴り方をする要因のように感じます。 2.5kHz 以上、 S1 と S2 で行き過ぎだったり足りなかったりした部分を見透かしたかのように間を取ったようなカーブです。 8kHz あたりが視覚的にはちょっと足りないかなとも思いましたが、聞いた感じは実はこのくらいがいいんじゃないって思う鳴り方です。では音質比較動画いきます。
でしたか？ここから先は聞いた印象です。ここが気に入った。聞き始めてすぐに、お、いいじゃんって思える広がりを感じました。次に低域が締まっていて、高域が出過ぎないバランスの良さと中域の厚みを感じ、これ TWS っぽくないし、レオトにアナログっぽさを感じるわ、なんて思いながら聞いていました。ただし音量はいつもより一つ上げ目です。バランスがいいと音量を上げてもうるさく感じませんし、確実に進化を体感できます。主にドラマーの川口千里さんのアルバムで確認したのですが、フロアタムの胴鳴りがとにかくいい。ZAX との比較でも胴の鳴り方は良かったです。タムの音って下の方が曖昧になっちゃうことが多いんですけど、はっきり聞こえた時に今までと聞こえ方が違うので驚きましたよ。有線モデルに比べ分離感は一歩譲るとしてもかなり緻密に聞こえるし、それでいて迫力もある。音域のトータルバランスの良さとハウジング内のチューブで PA の音の干渉を抑えた効果なのでしょうかね。 TWS で EQ いらないと思えたのはこの SA08 が初めてです。バランスがいいかどうかっていうのは好みの問題ですけどね。ここは弱い。バッドメセニーのミヌアノという曲は静かに始まる曲なんですが、レオトが小さい時に接続の仕様なのか音がざらつきます。フェードアウトの時にも感じます。まあ他の TWS でも感じることですが SA08 でも出ていたのでちょっと残念。静かな曲には不向きな面があります。それとホワイトノイズです。曲の音量に関係なくホワイトノイズが出ています。個体差かもしれませんが一応上げておきます。音質ではないですが連続稼働時間が3時間程度というのもちょっと心配です。でもね、レオトが小さい時に音がざらつこうが、ホワイトノイズが出ようが、連続稼働時間が短かろうが、それらを全部吹っ飛ばすほど良かったんですよ。思いがけず今年買った TWS を10機種ぐらい聞き比べちゃいまして、頑張っているモデルもあるんですが、やっぱり SA08 が頭一つ二つ抜けていましたね。最後に TRN の DT20S Pro につないだ ZSX を聞いたんですが、かなりいい勝負してましたよ。いい勝負でしたが、無線化した ZSX の方がより広がりを感じましたね。広域の出方は ZSX がちょっときつめに感じ、そこは SA08 の方が好みでした。広がりと迫力と緻密さが程よく、トータルバランスで現時点で実売価格5000円プラスでは個人的にベストです。レビュアーとしてはあまり熱く語ってしまうのはどうかとも思ったんですが、ノイキャンも外音取り込みもなく弱点もありますが SA08 音はいいです。で、結局買いなのか。勢いでいいところをプッシュしてしまいましたが TWS を初めて購入される方にはあまりおすすめはしません。私の場合はいろいろなモデルを試すのが目的なので、使い分けで各モデルの弱点は補いますが TWS を1つか2つで済ませたい方だと機能面の充実したモデルをセレクトしたいですよね。もう少し上の価格帯で最近発売のモデルをチェックする必要性は大いに感じます。 TWS は日進月歩なので1年も経つと今のモデルは見抜きもされなくなっているかもしれませんが、年単位で通勤通学のお供にするモデルのセレクトは楽しみながら慎重にしたいところですよね。私が SA08 を推しているのは音質面でのトータルバランスなので、弱点の部分とうまく付き合っていける方なら SA08 はおすすめできます。ということで SA08 の音収録、分析、レビューでした。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。